皆さんこんにちは。今回はW800カフェでのフルロックターン練習の模様をお届けします。道を間違えた時や Google 先生に騙された時など、バイクに乗っていれば必ず遭遇する U ターン。降りて取り回すのが一番安全かもしれませんが、どうせなら白バイ隊員みたいに華麗にターンしたいですよね。なので以前から頑張って練習しておりました。ちなみに私はジムカーな経験もないし、サーキット走り込んだ人でもない、ただのおっさんライダーですので、自己流ですあしからず。プロの方々からすれば間違えてること、多々あると思いますので、下手くそが動画上げてんじゃないよ、とか、言わず、生温かい目で見てやってください。それでもアドバイスあればコメント欄までどしどし遠慮なく、お願いします。まず練習に使う私の、バイクのスペックですが、W800 カフェ、全58インチ、ハンドル切れ角37度、ホイールベースは1465ミリ、重量は大型バイクなりの223キロ、シート高は790ミリ、ごくごく一般的なスペックです。低速トルクよりのエンジンで、U ターンの時アクセル開けるのほんの少しです。18インチのため今時の17インチ車両に比べると小回りは効きにくいかもしれませんが、街中で扱うには不自由ありません。ハンドルの切れ角も、スーパースポーツは20度台で、オフロードは40度台、と言われてますので、37度だと一般的なネイキッド並みでしょうか。しかしこの W800 カフェ、スワローハンドル仕様で、スポーツバイクのセパレートハンドルに、近いポジションです。なおかつ私のバイクに限っては、フロントフォーク突き出し10ミリ、リア30ミリケツ上げしてるので、アップハンドルの W800 無印に、比べれば、かなり乗車姿勢も違っていて、小旋回が得意なポジションではありません。ケツ上げによって腰高感が、増し、足つきも悪くなってます。ついでにバーエンドミラーにしてますので、ハンドルを外側から握ることができない窮屈な状態。すべては見た目のために行ったカスタム。いいんです。これでやります。ターンの目標として、別にこのバイクで競技に出るわけでもないので、素早く小さく速くターンをするわけではなく、転ばずに、かつ安全に、かつ優雅に、が目標です。ターンの幅は通常の片側1車線道路が6メートルですので、この幅以内でくるりとできれば、公道ではほぼ困らないでしょう。住宅街の奥の4メートルとかは、さすがに難しいので、取り回すか乗りながら切り返す方が、無難です。それでも上手い人たちはくるりと回っちゃいますけど、ターンの幅の目印として、消えかけの駐車線を利用します。駐車場の白線は、長さ5メートル、幅2.5メートルなので、車2台分のスペース内でくるりとできれば、合格でしょう。練習方法として、止まった状態からスタートするか、常に走りながら回るか、と2つあります。走りながら回った方がアクセルワークもしやすく、簡単でした。しかし実際の行動では、一度止まって後方確認をしてからターンする、という機会が多いと思うので、最初は走りながら練習して、慣れたら止まってからターンを練習する、というのが理想です。練習の段階として、とりあえず最初はくるくる回っていましたが、なかなかフルロックまでたどり着けませんでした。なので止まった状態でフルロックさせ、足をつきながらゆっくり発進して、ゆっくりとくるくる回り、フルロックの角度を覚えます。そして慣れてきたら足を離しながら回り、さらに慣れたらステップに乗せて、ニーグリップして回ります。そしてリアブレーキで速度を調節。一本橋並みにゆっくりで良いと思います。そして一度バイクを起こして、走り、先ほどの感覚を思い出しながら、もう一度ゆっくりフルロックまで追い込んでみます。この時点ではターンの幅とかあまり気にせず、転倒しないようにバランスを取ることのみ集中しました。何度もやるうちにフルロックの位置を体が覚えるので、あとはなるべく早く、かつ安定してフルロックにたどり着くことと、最小限のバンクで5メートルの白線を越えないよう意識しました。操作の流れとして、
最初の2.5メートル幅で、リアブレーキを踏み減速。若干のバンクと同時に、セルフステアが効き出し、真ん中あたりでフルロック。そこから残りの2.5メートルまで、アクセルを開けつつさらにバンク。ハンクラとリアブレーキでスピードを調整して、最後にバイクを起こす。こんな感じで私はやっていました。しかしこの白線やパイロンがあると、人間どうしてもそこを見てしまうので、それらにぶつからないようハンドルを抑え込んでしまい、セルフステアを失ったことで、本来の旋回力を発揮できず、ブレーキを握って握りごけ、なんてこともあるので、なるべく行きたい方向を見るのが良いのですが、どうしても下を見がちです。白バイ隊員から教わったのは、ターンするときは怖くて体が開きがちだが、そこを我慢してとにかくニーグリップ。それでいて行きたい方向におへそを向ける感覚。で腰ごと体をひねる。すると肩も行きたい方向を向き、自然と顔もそちらを向くので、下を見なくなる。例えて言えば、野球のバットを振る感覚。ということでした。これはすごくためになりました。そしてターンする間のフォームとして、リーンインやリーンアウトがありますが、私の場合リーンウィズが最適でした。しかし終始リーンウィズでもなく、最初の2.5メートルは若干リーンイン、真ん中でリーンウィズ、後半でリーンアウト、とほんの少しだけ荷重を変えています。前後の荷重も色々試しましたが、これも基本的に真ん中に座ります。極端に前乗りだとハンドルが近く不安はありませんが、後半2.5メートルの曲がりが弱くなる気がします。逆に後ろ乗りだとハンドルが遠くなり、前半2.5メートルが不安になりますが、後半のリーンアウトがやりやすく、ターンも小さくなりやすいと思います。そして着座位置こそ真ん中ですが、上半身はセパハンポジションに対応すべく、少し前かがみになると腕に余裕ができて、ハンドルの回転を抑制しないと感じました。バイクの種類やハンドルの形状や体格も人それぞれだと思うので、練習しながら左右の荷重を変えたり、前後の荷重を変えたり、いろいろ試しながらやって自分なりにやりやすいポジションを体で覚えるのが良いと思いました。ハンドルの持ち方もいろいろ試しました。アクセル側は人差し指と親指で輪っかを作りアクセルワーク。クラッチ側は2本指でハンクラ。リアブレーキは基本かけっぱなしで、アクセルと押し引きさせる感じでその強弱を調整。フロントブレーキは止まって足をつくときだけで、ほぼ使わないです。何度か練習すれば5メートル以内はこなせるはずです。公道は路面が荒れてたり傾斜があったり、必ず6メートルの幅があるわけでもないので、なるべく5メートル以下でできるようになった方が、公道でも余裕を持って曲がれます。フルロックしないで小さく曲がるとなると、あとはバイクを倒さなくては曲がりませんが、それにはスピードを出して遠心力をつける必要があります。しかしやりすぎるとタイヤが破綻して、転倒の恐れも出てきます。路面状況と旋回できる空間と速度の兼ね合いによっては、必ずしもフルロックでなくても良いとは思いますので、このあたりのバランス、つまり実打角と総打角の兼ね合いが非常に難しいです。一応練習では5メートル以内でできますが、公道で U ターンすると練習のようにうまくいかず、どうしてもガードレールを見てしまったり、縁石を見てしまって、思った以上に大回りしてしまうことも未だにあるので、急な U ターンでもサクッとできるように、体に染み込ませるよう、日々練習してます。いかがでしたでしょうか？まだまだ練習中ですので、今後もやり方変わるかもしれませんが、もっとこうするとうまくいくよ、とか、上級者の方からのコメントもいただければ幸いです。バーエンドミラー外せ、とか、アップハンドルにしろ、とか、言われると悲しくなるので、それは勘弁してください。ということでまた。